今回は、デュエマに数多く存在するエッチなカードを厳選してみました。独断と偏見で10枚のカードを選出いたしましたが、正直選び切ることができません。紹介したもの以外のカードについては、コメント欄で熱く語り合っていただけると幸いです。それじゃあ、早速参りましょう。魅了妖精チャミリア。ご存知の方も多いであろうこのカード。魅了妖精というだけあって、その魅惑の容姿に魅了されてしまった方非常に多いと思います。チャミリアちゃんの魅力は何と言っても足。けしからんスタイルで座り、白く透き通った生足を披露してくれています。そして自身が持つ杖がどうもあれにしか見えません。白く美しい生足にライクアッポの杖。そう、足利です。このイラストは足利を彷彿とさせる魅惑のイラスト。これ以上は怒られそうなのでやめておきますか。あと、チャミリアちゃんはスノーフェアリー初の女性型なのですよ。つまり彼女こそ現代のエチエチスノーフェアリーを形作った始祖なのです。崇めたまえ。ちなみにカードの強さとしては、4マナ3000でタップトリガー持ち。デッキからクリーチャーを持ってこれる便利な子です。3000という地味に高いパワーが、当時の環境では殴り返しされにくいため、場持ちが良くて結構使われた印象ですね。コッコルピアといっても、デュエプレでナビゲート役として登場するコッコルピコバージョンですね。このイラストのエッな部分は大きく2つあって、1つはパイスラ、けしからん2つのマウンテンを切り裂くベルト。あまりにも美しいこの景色は、日本三大絶景と言われています。そして2つ目はルピコの網タイツ。ただの真っ黒なタイツでもいいのですが、さすがドラゴンの相棒、網タイツのデザインが幽靈を彷彿とさせる衣装となっています。これにはグッドデザイン賞の受賞もやむなし、素晴らしいデザインとなっておりますね。小学生の相棒であり、デュエマの顔と言っても過言ではないコッコちゃんが、まさかこんな美人な少女になるとは夢にも思いませんでした。カードの説明は不要ですね。ビトレイアルドラグーン、女性型ティラノドレイクとして、一部の層から熱い支持を得ているカードです。見た目もすっぽんぽんであり、下半身が黒く影のようになっている点と、つつましやかな胸の膨らみ、そして猫化を彷彿とさせる両手がそそりますね。このカードは漫画でも活躍しており、その中で作者が勝手に女の子に設定したと振り返っています。それに対して公式から特に訂正がなかったことや、普通に見た目からして女の子設定ということで間違いないのでしょう。別に男の子でもいいのですが、効果は6マナ1000のシールドトリガー10。出た時相手は自身の光か自然のクリーチャーを1体選び破壊します。文明指定と相手が選ぶという点で使い勝手が悪いのですが、そんなデメリットを度外視できるほど可愛いのでいいですね。フェアリーシャワー。女子高生のような格好で何かに水をあげていますが、何がいいってフレーバーテキストです。別にあんたのために水をあげてるんじゃないんだからね。ツンツンです。メガネっ子でツンツンです。個人的にこれだけでポイント高いのですが、さらにこのカードにはもう一つのイラストがあります。それがこちら。個人的にはこっちの方が好みです。そしてフレーバーテキストをご覧ください。私のお水、喜んでくれるかな。ツンツンからツンデレになりました。控えめに言って大好きです。私のお水かっこいいミシンをいただけるのであれば、喜ばないわけがありません。そういうものです。カードの効果ですが、4マナのシールドトリガー呪文で、デッキ上から2枚見て、1枚を手札に加え、もう1枚をマナに置きます。登場時からかなり使われた有料カードですね。ユーハイラフィズ。こちらも通常版ではない方となりますが、ご覧ください。もう説明不要ではないでしょうか。エッノゴンゲ、塊でございます。このイラストを手掛けたラック氏曰く、デュエマの限界に挑戦してみたとのことで、確かに初でイラストと比べて明らかに胸や尻が強調されており、心なしか顔も美人になっています。髪型もいいですね。効果に至っては、3マナ1000のヒューマノイドとドラグナー、優秀なマナ武装持ちでありますが、簡単に言うとこいつがなんだかんだこいつになります。つまり普通に使えるカードだったのです。可愛くて強いアイラちゃんはとても人気のカードですね。ユーハマリニャン、ピンクのツインテールに仮面をつけた美少女、露出高めの衣装で何かにまたがっていますが、特に下半身のミニスカにゼブラ柄のようなニーハイ、スケベですね。マリニャンは年齢的に幼い設定なのか、体も子供っぽいというか、そんな感じがしますよね。だがそれがいい。変態紳士の皆様ならそう思っていることでしょう。マリニャンのフレーバーテキストの元ネタは、
ももクロの桃田かな子さんの自己紹介となっています。みんなのアイドルマリニャンちゃん。効果としては5マナ5000のビーストフォークドラグナー。効果も非常に優秀で、こんな可愛い見た目とは裏腹に、緑炭サソリスのループに使われるなど、やってることは全く可愛くありませんでした。ちなみに自然文明で少女型ですが、スノーフェアリーではありませんのでご注意ください。ドラグシュートチャージャー。ご覧くださいこの美女。この美女はおそらくほとんどの方がご存知であろう。幻想妖精カチュアでございます。こんなに美しかったんですね。ナイスバディ以外の言葉が見つからないほど美しいスタイルで、カチュアの巨乳を強調させるかのように、立体感ある胸に興奮が抑えられません。そしてくびれとおへそ、程よく現実離れしておらず、なのにイラストだからできる表現をしているかのような、まさにリアルとイラストのいいとこ取り、そしてスカートのような布と黒タイツ、足の組み方もエッチですね。何がドラグシュートするのかもうわからねえや。効果も7マナのチャージャー呪文で、デッキ上5枚からドラゴンを出してスピードアタッカーを付与させ、ターン終了時に破壊するということで、カチュアを彷彿とさせる効果ですね。強力な踏み倒し効果であり、こんなバカみたいなクリーチャーを出して蹂躙します。そして大型大会で優勝を果たすなど、かなり強力な一枚ですね。ちなみにイラストレーター様曰く、制作の過程で露出度を抑えたとのこと。つまり完成版に至るまでのイラストでは、これよりもっと過激なイラストだった可能性が高いです。見てみたい。ウマキンプロジェクト。元のイラストはこんななのですが、もちろんこっちではなくこっちですよ。このイラストといったらもちろん見るべきところは胸。父の暴力と言っても過言ではないほどです。ピチピチのスーツがけしからんボディラインを強調しており、さらに見下すようなアングルが完璧です。お姉さん、ちょっと踏んづけてもらっていいですか？効果としてはこんな感じなのですが、出た時に優秀な効果が使えるほか、もっと優秀だったのはこいつが水自然のコマンドという点でした。そう、こいつに侵略ができたのです。なので登場時から結構使われたカードだったんですよね。そういった汎用性の高さから、ノーマルカードでありながら意外と高値で取引されていたりしましたね。大樹王ギガンビダノス。こちらも元のイラストはこんな感じでかっこいいのですが、ジュエマ20周年を記念して作られたレアとして、このイラストで再録されました。ロリっぽい見た目でありながら、でかいところはでかくて、そのギャップにやられた DMP は非常に多いです。そして頭に生えている角は、クリーチャー版ではかっこいい角なのですが、この子が生やすと可愛い角へと印象を変えます。何角生やしちゃってんのとからかいたい。そしてその巨大な胸の上でお花見でもしたいですね。カードの効果といったら、12マナパワー5万と超大型クリーチャーで、効果もそれに伴い破壊力満点。登場時からデッドダムドやビッグマナなどで使用されてきましたね。最近では対価にも使われるとか、要は全然使えるカードなんですよね。なのに見た目が可愛すぎるのが、本当に調子狂っちゃいますね。爆流派響き。見てくださいこのいやらしい前髪。絶妙に目にかかる感じがセクシーでたまりませんね。そしてちょんとした口も可愛いですね。他には猫耳に太もも、オフショルみたいな服で露出がグッジョブ。ショートカットっていいですよね。このカードの可愛さは見た目通りなのですが、このカードの効果はこれまで紹介してきたエッチなカードと格が違います。全盛期は環境で見ない日はないほど、大暴れしたカードでした。響きの、4マナでスピードアタッカーでヒューマノイドドラグナー。そして出た時バトライバーを装備させることができる能力。つまり響きの全てが絶妙に噛み合っていて強かったのです。それが最速2ターン目に出せちゃうんだから手がつけられません。何言っているかわからない人に簡単に説明すると、2ターン目でバルガライザーが出てくると思ってください。いや、それよりひどいかもですね。だって次のターンにはクソループで殺してくるからです。そんな感じで、見た目の可愛さとは裏腹に環境を欲しいがままにした響きターン。ジュエマを代表するエッナカードでした。以上、ジュエマのエッナカードを厳選してみました。いかがだったでしょうか？他にもエッナカードがあれば、ぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。